芸術を通して人がコミュニケーションを取るっていうのもまた多分いろんな形が変わっていくんやろうなって思っています。でまあちょっとそんな中の一つの取り組みとして彼は日本の方に従ってはったパブリアーノ来たアンナさんと繋がってないな、アンナさん。まあこういうテクノロジーを使ってまあちょっとコミュニケーションを取ろうやないかっていう話からネット対談という話ではどうかという話になりましたので、でまあそういうところで試みさせていただきますが、成功するかどうかは皆さんの応援次第なので応援していただかない。僕専門家では決してないのでね。ただそんでも、まあ、ちょっとこういうことをこういう時に手なんかを開催するにはなんかこうできる形のイベントっていう話を模索した結果こういう形になったので、まああわよくばここで国際対談をひょっとしたら聞けるかもしれないっていうところは別に言いますが応援したいなのでよろしくお願いします。あともうちょっと今アンナさんです。アンナ・マシニスタさんです。また後でちゃんとご紹介しますので、パブリアーノっていう16名の方がそこで展示をされてるんですけど、その世界リーダーの方で、パブリアーノっていうのはまた後で出てくるんですけど、今76カ国からパブリアーノっていうイタリアの街にイベントとして2000人のアーティストがその日に集まってみんなでその展覧会をするっていうまたそのイベントをするっていう風なムーブメントになっています。でまあそのリーダーの方がはい、ちょっとはい、音楽でも流れへん。音楽流れちゃった。注文の多いけど。注文の多いしかい。音出てるのかな。向こうの音が出てるのかちょっと気になる。Anna, can you hear me? アンナさん、can you hear me? 音がこっちが。I can't hear you, so just a moment. Oh, okay. Speak up, please. 1, 2, 1, 2. Okay. Great. ありがとう。すいません。ボリュームはちょっと調整せなちょっと皆さんの応援が足りてきたみたいです。ちょっとあれをあっちこういう感じで映ってる見せてあげたらいいんじゃないですか。そうです。一瞬だけでもこんな感じでそのカメラをギュッと向こうの方にやれば雰囲気が。皆さんちょっと手を振っていただけますか。はい。まあそういうことで。あとは本野さん。限定40人ということで、ちょっとアンナさんコロナなので。ちょっとずつ遅れた。これで男前に。音楽つけて。なんて星野さんがね。星野さんがつながってます。まだ58分です。定員40名なので、美術館のあれでそれだけ伝えて。
And so capacity is here, so unfortunately 40 maximum. So here about the 40 people are gathering here. And are we going to start with Yeah, 4 o'clock. So we are waiting Hoshino-san, Keiko. で、その40人はコロナの影響でっていう。Pardon me? Are we already online? Yes. Because I don't see the link. Oh, no. You are mentioning about Keiko. Keiko is not connected yet. So we are waiting her. Oh, yeah, she's coming. Okay. すごいな。時間皆さんの応援がされたみたいで。あとは、ちょっとね、声が出るかとか、そういう問題もあるんですよ。声も、こっちに聞こえてるけど、向こうに聞こえてない。なんかまあ、いろいろあるんで、ちょっとそのチェックだけ。星野さん、喋ってる。星野さん。はい、聞こえてます。すいません。OK。今日はよろしくお願いします。こちらこそです。星野さん、もうちょっとカメラを下向きにしてもらった方が、お顔ちょっと下の方映ってないみたい。こんな感じ。あ、OK です。OK。ぴったし4時や。はい。それでは始めさせていただいていいでしょうか。アンナさんには確かめなくて大丈夫ですか？こういうの。もうチェック済みです。あ、そうですか。はい。OK です。はい。それでは今日司会を務めさせていただきます、彫刻を作っている井原誠一と言います。My name is 井原誠一。よろしくお願いします。もう一度言いますけど、専門家ではないので、にわか作りのチームですので、まあ、数々手際はあるとは思いますが、大事なことは多分、ちゃんと伝わるんじゃないかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ではちょっと座らせていただきます。それではただいまより、ワールドアートデーウィークインターネット国際対談を開催します。So we are going to have an international conversation on the web of the World Art Day Week. この対談は今回国際交流展として展示していただいているファブリアーノ国際水彩画フェスティバル、ファブリアーノアクアレッドの世界リーダーアンナ・マシニスタさんと日本リーダー星野恵子さんをそれぞれお住まいのイタリア・ファブリアーノとイタリア・パンプローナをつなぎまして、近畿地区代表の辻司とのネット会談をさせていただきます。さて皆さん、どんな話になるのでしょうか。最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。This event will connect Anna Machinina, the world leader of Fabriano in Accarello, the founder of Fabriano International Watercolor Festival, and Keiko Hoshino, the Japanese leader of Fabriano in Accarello in Spain, and Tsukasa Tsuji, the representative of the Japan Artists Association Kinki region. I hope you'll enjoy the conversation until the end. まず3人の簡単な紹介をさせていただきます。アンナ・マシニッサさん、上の右の方ですね。アンナさんです。はい。アンナ・マシニッサさんは優れた水彩画家であるとともに、インダストリアルグラフィックデザイナーであり、マーケティングコミュニケーションコンサルタントでもあります。First of all, let me introduce three speakers briefly. Anna Machinina is an industrial and graphic designer, marketing and communication consultant creative. 2006年、幼少期から芸術への情熱を広めるためにアート協会を設立され、イタリア国内外のコンテンポラリーアートや水彩画をテーマにした数多くのイベントを企画運営されておられます。In 2006, she founded the In Art Society with the purpose of sharing the artistic passion that she grows since childhood. 2016年にはファブリアーノ氏と
世界の60のアートコミュニケーションとの共同で、世界で最初の国際水彩画美術館を始められました。コレクションは現在80カ国800点の水彩画を数え、政府報道機関からイタリアの宝と称されています。In 2016, after a long planning held in partnership with the Fabriano City and the 60 art community in the world, she started the first international watercolor museum in the world. The museum counts at the moment 800 watercolors from 80 countries and has been recently awarded Treasure of Italy by the governmental communication organization. 情熱と研究に支えられた彼女の芸術活動は、革新、伝統、コンセプチュアル、それぞれの技術を融合させ、紙の世界、現代美術、水彩画の世界を向上させる扉となっています。Her artistic activity, which she does mostly for passion and with the purpose of research, is a door to enhance the world of paper, of contemporary art, and watercolor painting, joining together innovation, traditional techniques, and conceptual. はい、次に、星野恵子さん。星野さん、よろしくお願いします。はい、星野さんです。次に、星野恵子さんは、スペイン・パンプローナ在住の水彩画家でいらっしゃいます。Then Keiko Hoshino is a watercolorist living in Pamplona, Spain. 京都市立芸術大学を卒業後、1990年よりスペインに在住され、絵画教室を取材されるとともに、個展、グループ展、多数されておられます。また、これまで20カ国以上の招待作家としてご出品され、マレーシア、チェコ、パキスタン、台湾などで受賞されておられます。She graduated from the Kyoto City University of Art, and then she has lived in Spain since 1990s. While organizing painting classes, she holds many personal and group exhibitions, and exhibited as an invited artist in more than 20 countries, and received awards in Malaysia, Czech Republic, Pakistan, Taiwan, and etc. 現在は世界水彩画連盟日本支部顧問、イタリア・ファブリアーノ国際、水彩画展示会日本リーダーとしても活躍されておられます。She is now advisor of the World Watercolor Society Japan and the Japan leader of Fabriano in Acquarello, Italy. はい、最後に私の隣に座られている辻塚さんの説明をさせていただ経歴を紹介させていただきます。最後に辻塚さんは1933年大阪府に生まれ、大阪市立美術研究所に学び、同研究所主任講師、大阪芸術大学教授を務めました。また、行動美術協会会員として活動を続け、日本の祭りのほか、スペインや西チベット、メキシコで出会った異国文化や仏教美術などを中心に制作されておられます。Finally, I would like to introduce Tsukasa Tsuji. He was born in Osaka in 1933. After studying at the Osaka Municipal Institute of Fine Arts, he became its senior lecturer and then professor of Osaka University of Art. He has been active as a member of Association of Behavioral Art, focusing on Japanese festival, exotic culture he encountered in Spain, Western Tibet, and Mexico, and Buddhist art. 最近では、メアンドロの工房という回顧展を宝塚、場所はどこですか？場所は宝塚。その名前、はい、宝塚市立文化芸術センター、はい、宝塚市立文化芸術センターの方で開催されました。So he is a well-known painter, and he recently held a retrospective exhibition titled 70 Years of My Painting, The Glow of Meandro, at the Takarazuka Municipal Culture Center.
はい。まずは、水津方から今回の展覧会の大切なテーマでもあるワールドアートデーについて説明させていただきます。So firstly, Tsuji will explain about the World Art Day, an important theme of this exhibition. IAA 国際美術連盟は、芸術家の世界連帯の必要性から生まれました。その強い絆を進化させていくために提唱されたのがワールドアートデーです。International Art Association IAA was born out of the need for global solidarity amongst artists. World Art Day was proposed to evolve this strong tie. レオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日である4月15日をその日と定め、芸術の力で、世界平和を国と国、宗教、人種、経済格差、あらゆる垣根を越えて、一人一人の尊厳と相互理解、豊かな社会構築に貢献している世界同時イベントです。The day was set on April 15th, Leonardo da Vinci birthday, and planned as a simultaneous global art event to contribute to building world peace and society with mutual understanding and the dignity of each individual across countries, regions, races, and economic disparities. 幸い、2020年に国連で承認されました。Fortunately, it was approved by the United Nations in 2020. この理念に賛同し、昨日と明日の対話展に合わせて、ワールドアートデイウィークとして、活動を進めています。In support of this philosophy, we are promoting our event as a World Art Day Week in conjunction with the dialogues between yesterday and tomorrow exhibition. はい。どうもありがとうございます。それでは続いてファブリアーノの活動を紹介したビデオをご覧いただきます。Thank you for your introduction. Now we would like to show you a video introducing Fabriano. このビデオは今回のためにアンナさんが私たちのこの展覧会のために作っていた This だいた。 video was especially made by Anna for this exhibition. ありがとうございます。 Thank you very much. Grazie. はい、今からビデオをしますが、一つだけ水彩画という部分って僕も知らなかったんですけど、今回のビデオの中によくデモンストレーションの場面が出てくるんですね。それはそうかって思うような設定になっておりますので、未来でちょっとそこだけこれがデモンストレーションかと思いながら見ていただけたらよくわかるんじゃないかなと思います。それではビデオの方よろしくお願いします。
もうちょっと上か。画面的にもうちょっと。そうそうそう。もうちょっと上。もうちょっと上。あ、そっか。あ、はいはいはい。そのぐらい、そのぐらい。そっか。すべてそのカメラを通してる。そっか。あのカメラ、あれだね、こう見て。Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere invitata al vostro seminario, una città famosissima nel mondo dell'arte. この長山さんは日本美術家連盟の会員でもあります。 Passare un tempo di gioia con acquarello, frase. なのでは、教会の跡地でデモンストレーションをするという設定に。I'm so happy to be here and having demonstration in such a holy place. This a little bit worried about me, so then I prepare really flower. It's my pleasure and like a Mary's flower. È molto emozionata, ovviamente se lo vedete, no? Però l'emozione più grande è venuta dal fatto di vivere, di poter dipingere in un posto così sacro come questo, no? Questo in effetti è un luogo che in origine era utilizzato デモンストレーションのこういう書いてるところを後ろにビジョンをプロジェクターをそこに映しながら展開していく。 mantiene ancora questa sacralità. E ha detto che ha scelto questi fiori, il giglio, perché il giglio nella loro cultura è il simbolo del matrimonio. Fabriano in acquarello è nata, e lo dico con grande forza, ma lo dico perché è effettivamente così, è nata dalla volontà e dalla mente di tante persone che tutte quante insieme hanno voluto che Fabriano diventasse uno dei luoghi centrali nel mondo dell'arte contemporanea, in particolare l'arte contemporanea che è legata all'eccellenza locale che è la carta. Nel 2006 io insieme ad altri artisti del territorio fabrianese, un bel gruppo di artisti per la verità, fra cui Massimo Melchiorre, Franco Zingaretti, Renzo Barbarossa, Fabrizio Moscè e tanti altri, abbiamo deciso che avremmo dovuto cominciare a lavorare in maniera importante per il nostro territorio, nel momento in cui si cominciava a sentire una grande crisi economica dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista economico, e in un momento in cui abbiamo pensato che la nostra passione artistica, la nostra volontà di valorizzare questo territorio poteva essere anche fondamentale per svegliare le coscienze delle persone che in questa terra abitano, perché potessero fare leva sulle eccellenze delle bellezze locali, delle radici culturali locali, perché Fabriano anche potesse diventare attrattiva dal punto di vista culturale e turistico, così come tanti altri territori intorno a noi.
Da qui è nata la volontà di costruire questa associazione culturale che si chiama In Arte e che è poi stata l'artefice di tutto il percorso di arti contemporanee, così come l'abbiamo evolute negli anni, e soprattutto della pittura d'acquarello.これ各国の芸術家の方たちと何時間も今日まで踊られるそうです。このイベントが街中で行われるとおっしゃっておられます。L'ambizione di cambiare il mondo artistico dell'acquarello, accentrarlo a Fabriano, e sembrava un progetto molto ambizioso. Io avevo detto, proprio sentendo l'unicità di Fabriano e la competenza e l'entusiasmo e la partecipazione che mettevano gli organizzatori, da Anna Massinissa a tutta l'organizzazione di Fabriano, che Fabriano sarebbe stato non nemico del mondo dell'acquarello. Beh, per il 2021 non ipotizzo tanto, perché Fabriano già con oggi ha dato prova di voler sopravvivere a questo momento tragico. Gli artisti si sono spinti già oggi a concretizzare, a definire la volontà di proseguire questa loro strada, questa loro forma di condivisione. Per il futuro credo che non cambieranno tante le cose, anche perché noi vediamo sempre la situazione del mondo, noi purtroppo siamo questi. Per il 2022, premesso che i compiti siano superati, io credo voglio essere un sonatore. Credo che un Fabriano in cui ci ritroveremo tutti insieme di nuovo a viaggiare per il territorio di Fabriano, a condividere le nostre azioni, a raccontarci quello che è stata questa clausura. E per esempio un Fabriano che ha imparato a maneggiare gli strumenti del web, gli strumenti virtuali in un modo ancora più adeguato rispetto a prima. Ecco, noi vivremo l'arte che sarà coniugata alla tecnologia. Un Fabriano che sarà tecnologica, ma allo stesso tempo l'arte sarà potenziata dal desiderio stesso di ritrovarsi di nuovi segni. Questo è secondo me l'immagine di un Fabriano prossima dopo Covid, post-Covid.
La realtà di Fabriano io l'ho scoperta 7 anni fa, quindi in un recente passato, e partecipo attivamente da 5 anni a questa parte come coadiuvatore, diciamo, come promotore dell'organizzazione. Loro usano questa parola leader, che è un po' roboante. In realtà la parola leader non è altro che un qualcuno che fa da collettore per gli altri lettori e li aiuta a divulgare le informazioni, a prendere gli acquarelli e a sviluppare l'intero processo. L'acqua è sostanzialmente in questa tecnica, per come la interpreto io, va lasciata libera. Io infatti non intendo l'acquarello da un punto di vista iperrealista, ma è quasi impressionista. Quindi l'acqua, non avendo necessità di confini, dovendo essere liberata, è un qualcosa che non posso controllare più di tanto, quindi io mi devo fidare di quello che fa l'acqua, un processo esterno a me. A questo mi riferisco quando non posso controllare io personalmente quello che fa l'acqua, ma voglio lasciarla libera, quindi mi devo fidare di un ente terzo esterno a me stesso. Per me è innanzitutto un momento di condivisione, perché, ripeto, ci sono persone che provengono da tutto il mondo, quindi oltre ad esserci una commissione di culture, c'è anche una commissione di tecniche, di modo di vedere l'acquarello in modo diverso, è una cosa meravigliosa, perché la contaminazione poi ti permette di crescere come persona e come artista.
皆さんいかがでしたか、ね、ちょっと魅力的な、 How is it? ね、映像でしたね。はい、それではファブリアーノということをちょっと皆さんご理解していただいて、You can understand what Fabriano is. これから国際対談の方に入らせていただ Now きます。 we will begin our international dialogue conversation. テーマの告知をさせていただきます。人間とアートというテーマでお願いします。The first theme is concerning humor and art. それでは皆さんにこのテーマでご意見をお願いしたいと思います。First, we would like to have your opinion on this theme. それではまず、アナさん、ファブリアーノの観点からご意見をよろしくお願いします。So, Anna, would you give us your comment from the perspective of the Fabriano? Please. Arigato, se Chiara Susaki Tsuai and Keiko Oshino first. ありがとうございます。If you are asking me to analyze the relation between human beings and art, I would say that it is not a relation, but humanity and art are just one. It is the very same concept. 人間とアートの関係の分析をと問われれば、それは関係の問題ではなくて、人間性というものとアートは一体のものであり、それらは全く同じ概念であると申し上げたいと思います。I am convinced that art is nothing more than the human expression. Art is nothing more than this, but it is also the most important side of humanity. 私はアートとは人間の表現に他ならないと確信しています。アートはそれだけでなく人間性の最も重要な側面であります。Think about it. In humanity, nothing else is more impressive than the expression humanity can produce. And it is not only about one loneliness, it is plural. It is a declaration about all our culture, about all our history, also all about our future. 考えてみてください。人類社会において人類が生み出すことのできる表現ほど感銘を与えるものはありません。そしてそれはたった一人の人間についてでなくて、すべての人間についても言えます。つまりそれは私たちのすべての文化、すべての歴史、そしてすべての未来についての宣言なのです。Actually, this is my favorite topic. I have been thinking a lot about it all of my artistic life. What I have been wondering most was about probably to find a reason to give sense to my personal relation of art and humanity.
実はこのテーマというのは私のお気に入りなんです。私のこれまでの芸術人生の中でこのテーマについて多くのことを考えてきました。おそらく私が人生で最も考えてきたことはアートと人間、それぞれが自分に与えている意味、理由を探し出すことでした。Then, some years ago, during an interview, I was asked about my personal perspective on art. And while explaining the concept about art being human heritage, it suddenly became to me very clear that as art is not a privilege, not a gift, not for a selected group of people, art is absolutely a good that belongs to everyone. This is what gives reason to all kind of application that art can have. 何年か前のインタビューでアートに対する個人的な見解を聞かれたとき、アートは人類の遺産であるという概念を説明しているうちに、突然私はアートは選ばれたグループの特権や贈り物ではなくて、アートは間違いなく全ての人に属する善なるもの、良いものであるということを確信しました。このことがアートが持ち得る全ての形に意味を与えるものなのです。Do you understand? It means really that there is no mathematics in art, and there is no good and no bad. But art is the right of all mankind, same as public health or the pray for food dignity. Do you understand? Art can create the power to see it, really, that there is no mathematics in art, and there is no good. No. Just a moment. 大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ご理解いただけますでしょうか？ちょっと今重なってましたけど、つまりアートには計算はなくて、善も悪もなくて、アートは全人類の権利であるということなんです。人々の健康、呼吸する空気、食べ物、尊厳などと同じように、アートは生きる力を生み出すことができるのです。Thank you, Anna. ありがとうございました。アートは全人類の権利、命に属する権利であり、呼吸する空気、食べ物、尊厳などと同じように、アートは生きる力を生み出すこととのお話。とても素晴らしかったですね。Thank you very much. It's wonderful to hear that art is the right of all human beings, and art is about creating the power to live, just like air we breathe, the food we eat, and the dignity we have. はい、それでは、星野さんにもファブリアーノに参加されておられる観点からご意見をよろしくお願いします。Then I would like to ask Keiko to give us your opinion from the perspective of Fabriano's participation. Okay. 人間とアートというテーマについてですね、最初の。Yes. アートというものは人類に共通したものだと私は思っています。I believe that art is common to human beings. 人を感動させるものであり、It's something that moves people. それぞれの人生の表現であり、It's an expression of each person's life. またそれによって人間のコミュニケーションを呼び起こし、It's a way そして okay. It's a way to evoke human communication. そしてそれによって人間の視点をも変更する力を持ったものであると私は感じています。And it has the power to change people's perspective, I believe. そのことを私がファブリアーノに参加することによって実感として感じることをまた学んできたと思います。This is what I have learned through my participation in Fabriano. ファブリアーノには世界中から豊かな国からだけではなく、経済的、政治的に困難な国からも参加があります。People come to Fabriano from all over the country, not only from rich countries, but also from economically and politically difficult countries. 太古の時代から
人間が生き延びるためだけではなく、生き延びるために戦わなければならなかった時代から、人間は何かの形でその命のありようを残してきました。洞窟に描かれた絵であり、美しい装飾を施された壺であったり、From the ancient time, from the time when man had to fight for his survival, human beings have left some form of their life behind. It could be a cave painting or a beautiful decorated jar. 人間はなぜたった生き延びるための命ではなく、それを美しいものとしようとしたのでしょうか。Why did humans try to make them beautiful instead of just a means of subsistence? そのようなことから私は芸術というものが人間の本質と深く関わったものであると感じています。誠に芸術は生きる力を生むということだと思います。Because this, I feel that art is deeply connected to human nature. I believe it really means art can create the power to live. 星野さん、ありがとうございました。芸術は人間の本質と深く関わり、芸術は生きる力を生むとのお話でした。それでは、杉塚さんの方から IAA の進めるワールドアートデーの観点からご意見よろしくお願いします。Thank you very much. She mentioned that art is deeply related to human nature and art gives us the power to live. Now, Mr. Tsuji, I would like to ask you your opinion from the perspective of World Art Day, which the IAA is promoting. アンナさん、そちらの感染状況はいかがですか？ And how is the infection situation now? かつて、イタリアで感染が広まったときに、ある町の家々の窓辺に励ましの絵が飾られたりする。ミュージシャンがテラスに出て、それぞれの楽器で癒しと激励の演奏をしている光景を見て感動いたしました。When the infection spread in Italy last spring, I was so moved to see pictures of encouragement on windows and the musicians playing their instrument on the terrace to heal and encourage people. これぞ芸術は命の賛歌だと思いました。ブラボーです。I thought this was art in the time of life. I would like to pray bravo. ありがとうございました。Thank you. アンナ氏と星野氏からはファブリアーナの活動を通して芸術は生きる力を生むものという意見をいただきました。また、辻司氏からは芸術は命の生命の賛歌という言葉をいただきました。Through the activity of Fabriano, Anna, and Keiko gave us an opinion that art can create the power of life. Mr. Tsuji gave us his words, "What is art is the time of life." 生きていることと芸術の意味が感じられる素晴らしい2つの言葉ですね。ここに共通の何かが感じられます。These are two fundamental words that give us a sense of meaning of life and art. I feel that there's something is common here. ここにおられる皆さんもそう思われる方はおられるでしょうか？賛同される方は拍手をお願いいたします。I wonder if any of you agree with that. If you agree with that, would you give us a round of applause? Thank you. 皆さん賛同されている方が多いようですね。ここでテーマをもう少し掘り下げてみたいと思います。I would like to explore the theme a little further here. 今回この展覧会にはファブリアーノの参加者でロシアやアルゼンチンなどの情勢が不安な国から作家の出品がありました。Our ongoing exhibition includes works by Fabriano participation and artists from Russia, Argentina, and other countries where political situation is unsettled. ワールドアートデーのテーマでもあり、ファブリアーノの交流実践などから芸術と世界平和の取り組み
をテーマにご意見を伺います。We would like to hear the opinion on the theme of Art and World Peace Initiative, which is also the theme of World Art Day, and from Fabriano Practice of Exchange. 壮大なテーマですが、時間の関係でお考えの一部やエピソードを紹介願えるでしょうか。It is actually a very grand theme, but due to time constraint, could you please introduce some of your thoughts or episodes? それでは、アートと世界平和について、アンナさんからお願いします。Anna, could you give us a comment about the art and the world peace? This is a bit more complicated topics, but it is a very involving topics also. I would wish to be able to say that art is a transversal language that can take together all culture in the world under John Lennon and Yoko Ono once titled it peacefully. これは少し複雑ですけれども、非常に関わりの深いテーマです。アートは、ジョン・レノンやと小野陽子が語ったように、同じ空の下で世界のあらゆる文化を結びつけ、平和に暮らすための横断的な言語であると、本当は言いたいところです。But I'm sorry, it is not true. しかし、残念ながらそれは真実ではありません。If we go back to what we have just analyzed about art and human expression, we must consider that human nature is also made of anger and competition. 先ほどの人間の表現としてのアートという話に戻ると、人間の本質は怒りと競争でできているということを考えなければなりません。In the many years I have worked with artists, I have seen that competition is a dominant attitude. And competition often becomes a very negative and unfair sentiment that works rather to grow wars instead than peace. 私は長年、さまざまなアーティストと一緒に仕事をしてきましたが、そこでは競争は支配的な姿勢であり、競争はしばしば非常に否定的で、不公平な感情となり、むしろ平和よりも戦争を助長するように働きます。Still, I believe that we can handle the power of art as a very important base to spread seeds of peace. しかし私は平和の種を広げるために非常に重要な基盤としてアートの力を扱うことができると信じています。Educational and teaching art programs should be used not only to grow technical knowledge, they can also be used to grow an open mind and to experience the power of being the testimonial of our own culture through art. 教育や指導のためのアートプログラムは技術的な知識を身につけるためではなくて、ためだけではなくて、開かれた心を育んで、アートを通して、自国の文化を証明する力を体験するためにも使われるべきです。If our students will learn to love their culture, they will also be respectful of any other culture. They will understand how much more important it is if the world is made of peace instead than a world made of anger. 生徒たちが自分たちの文化を愛することを学べば、他の文化にも敬意を払うことになり、世界が怒りの世界ではなく平和な世界であるということがどれほど重要かということを理解できると思います。So, to be an artist means to empathize each culture of the world, because each culture is interesting to our eyes, and each culture we will deeply care of. アーティストであるということは、世界中のそれぞれの文化に共感することを意味します。なぜなら、それぞれの文化は私たちの目にとって興味深いものであって、それぞれの文化を私たちは深く大切にしているからです。
More than anyone else, the artist can experiment how much we are very similar all over the world. And this will grow the desire to be part of every country of the world. Every country I would love to spend my life in. Every country I would love to become part of it. 他の誰よりもアーティストは私たちが世界でどれだけよく似ているかということを経験しています。それによって世界のすべての国の一部になりたいという願望が芽生えるのです。私が人生を過ごしたいと思うすべての国、私がその一部になりたいと思うすべての国へと。I would like to be there and to have conversation with you now. And thank you for this. ありがとう。私は皆さんのお近くに行ってあなた方とお話ができればと思っています。ありがとうございます。Thank you very much. それでは星野さん、ご意見よろしくお願いします。I would like to ask Keiko as well. 私もアンナさんの意見に本当に賛成しています。芸術と世界平和の取り組みも最初のテーマで話し合いました人間とアートという根本に関わってくるものだと思います。I totally agree with Anna, and I believe that art contribution to world peace is related to the fundamentals of human and art, as I mentioned in the first theme. 人々が人種、宗教、国の違いを超えて人間としての共通のつながりを見出すことに、アートは大切な役割を果たすことができると思います。I believe art can play an important role in finding common connections as human beings, regardless race, religion, and country. ですから、ファブリアーノが世界のすべてのアーティストに開かれたものという理想は、またそこから人種、宗教、国籍を超えた人間としての理解とつながりを目指す。すなわちは世界の平和を目指すものと言えると思います。Therefore, the ideal of Fabriano being open to all artists in the world is also to aim at understanding and connecting as a human being beyond race, religion, and nationality. In other words, world peace. 私たちの力は弱く、道は遠いですが、少なくともファブリアーノに参加するアーティストはそのことを実感しています。We are not strong, very weak, and the goal is far away, but at least artists participating in Fabriano believe in the ideal. そしてこのファブリアーノの理想が世界に広がっていくことを心から望んでいます。And I sincerely hope that the ideal of Fabriano will spread throughout the world. 今回は皆様にお会いできず本当に残念に思っています。I'm really sorry that I won't be able to see you at this time. ありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you, Keiko. 皆さんもお二人に日本で会えないことすごく残念が。We are very sorry to we cannot see you. それでは日本美術家連盟近畿地区代表の辻司の方からご意見よろしくお願いします。Now we would like to ask Mr. Tsuji, the representative of Japan Artists Association Kinki Region, for your comments. アンナさん、ファブリアーノのマドンナと初めてお話でき、光栄に思っております。こちらの町を挙げての水災害を通した国際規模の活動に敬意を表しますとともに、大きな刺激を受けました。Gianna, it's an honor to speak with you, Madonna of Fabriano, for the first time. I admire and am inspired your international activities through watercolors in collaboration with Fabriano City. この度は素晴らしい作家をご推薦いただき、ご参加してください。心より感謝とお礼を申し上げます。
おかげさまで見応えのある展覧会を開くことができました。I would like to thank you from the bottom of my heart for recommending wonderful artists and for participating in this event. Thanks to you, we hold a spectacular and wonderful exhibition. 今、イタリアやスペインではアマポーラーが花盛りだと思います。日本は桜のシーズンが過ぎ、目に青葉の季節に移ろうとしております。この交流点から世界平和の芳醇な花が咲かせられることを願ってやりません。I believe that the amapola or daisies are in full bloom in Italy and Spain right now. In Japan, we also enjoy the many beautiful flowers after cherry blossom. I hope our exchange exhibition will bring out the mellow flowers of world peace. ありがとうございました。皆さん、それぞれの活動を話されました。中で特にお二人にはぜひ日本に次の機会に来ていただきたいと思います。Would you like to それでは invite you? 一度皆さんその気持ちを拍手で。それでは次に行かせていただきます。現在私たちはコロナ禍にインターネットを使って対談をしているわけですが、最後にテクノロジーと芸術について、そこから見える芸術の未来について、アンナさんと星野さんからお話を伺えるでしょうか。So we are now exchanging opinion using the internet here under the COVID-19 pandemic. So Anna and Keiko, could you talk about the technology and art and the future of art? それではアンナさん、よろしくお願いします。Anna, would you comment? Connection between art and technology can be analyzed by very many different perspectives. アートとテクノロジーの関係は非常に多くの観点、視点から分析することができます。Humanity questioned about the convenience of using technology to support artistic techniques from ancient time. 古くから人類は技術を支えるテクノロジーの利便性というものを問うてきました。For example, Michelangelo Caravaggio, who was one of the masters in Italian Baroque, was blamed for having used the retrocamera to reproduce the shape of the model bodies as if he was not able to paint without a machine. イタリアバロックの巨匠の一人でありますミケランジェロ・カラバッジョはレプロカメラを使ってモデルの体型を再現したことでまるで機械なしでは絵が描けないのように非難されました。And we know that Michelangelo Buonarroti during Renaissance used the candle's light to cast shadows and reproduce the volumes of the model bodies. These were the technologies of the ancient time that the artists were using to produce higher level of art pieces. また、ルネサンス期のミケランジェロ・ブロナローティはろうそくの光で影を落とし、モデルの体格を再現したことが知られています。これらは芸術家たちがより高度な芸術作品を生み出すために使用していた当時のテクノロジーです。Today, in the time of COVID, we wonder if it is correct to use a webinar, a web seminar, or an online exhibition to spread art philosophy, art beauty, and this is a filter to art. コロナ時代である今日、アート哲学やアートの美を広め、芸術をろ過するためにウェビナーやオンライン展示会を利用するということが正しいかどうかを考えています。
I think it is fair that we question this convenience, and it is fair because we have responsibility to not offend art essence and to honor artists, to honor beauty, to honor technique, expression, interpretation, culture, and whatever art is connected to. 私たちがこの便利さに疑問を抱くのは妥当なことだと思いますし、芸術の本質を傷つけないように、アーティスト、美、技術、表現、解釈、文化などなど、アートが関係するあらゆるものに敬意を払う責任があるからこそ妥当なのと考えます。As artists, we have the responsibility to take care of the perpetuation of what the people usually call the state of grace that gives reason to art. アーティストとして私たちはアートに理由を与える人々が通常神の恵みと呼ぶものを永続させるための責任があります。Either we can call it creativity or knowledge or talent. I think this is what matters. We must not be scared of a tool or of a technology or a machine because anyway, the essence of art does not change. それを創造性、あるいは知識、才能っていうふうに呼ぶこともできるかと思います。大切なことは道具やテクノロジー、マシン、機械を恐れてはいけないということです。というのは、アートの本質っていうのは変わらないからです。アンナさん、ありがとうございました。Thank you very much. それでは、星野さんにもご意見よろしくお願いいたします。So I would like to ask Keiko as well. はい。もう私はテクノロジーダメな人だから。I'm not good at technology. 私はテクノロジーをそれが人間の関係、コミュニケーションのすべてにとって変わるというものでなければ、私たちの有効な手段として使うということには賛成です。I'm in favor of using technology as an effective tool for us as long as it does not replace all human relationship and communications. 特に現在のコロナウイルスの状況の中にあって、美術の世界の中でもネットでの展示会が大半を占める現状となっています。Especially in the current pandemic, most of art exhibitions are being held online. しかしそれはやはり実際の作品から受ける感動とは程遠いものと感じています。また、展示会での人々との交流、コミュニケーションも異なるものだと思います。However, I still feel that it's very difficult from the impression we get from the actual work. I also think that the interaction and communication with people at the exhibition is also different. 例えば昔、パリのルーブル美術館でサモトラケの2機を見た感動は、その画像からは受け取ることができません。For example, the shivering sensation I used to get when I saw Samotorake Nikkei as a ruble cannot be received from the image of sculpture on the screen. 歴史の流れ、そこに込められた願いや祈りは伝わってきません。We cannot feel the flow of the history, the wishes, the prayers put into it from the screen. 芸術に直接に接することのできる世界が早く戻ってくるようにと願っております。I really hope that the world where people can come into direct contact with art will return soon. そして芸術の本質は変わらないと信じたいと思います。And I would like to believe that the essence of art will never change. 星野さん、ありがとうございました。Thank you for Keiko. お話ですが、芸術に直接触れる感動を大切にしながら、テクノロジーは恐れてはいけない。そして芸術の本質は変わらないというお二人のお話でした。
your story is that the sort of essence of art is will never change, but we use sometimes sort of technology is as far as it replaces the communication and connection. ありがとうございます。ぜひ日本に行きたいと思われているお二人に会場の皆さんを代表して、軸つかさんの方からお返事していただきたいと思います。So on behalf of the audience here, we have about 30 people here. I would like to ask Mr. Tsuji to reply to two people who would like to come to Japan. 星野さん、今回はいろいろお世話になりました。Thank you, Hoshino-san, for your help. 感謝です。Thank you, thank you. お二人様、くれぐれもコロナにお気をつけください。Both of you, please be careful about COVID-19 and stay healthy. アンナさん、ぜひ日本にお越しくださいね。Anna, please come to Japan. Yes. 今回はお互いに芸術の本質を共有することができ、大変有意義な三極対話になりました。This time we are able to share the essence of art with each other, and it was a very, very meaningful and productive conversation. 次は実際にお目にかかれる日の10日のことを祈っております。I pray that the day when we actually meet will come soon. ブラチミレ・ツチ。その通りです。ありがとう。My nickname Tsuchi. So his nickname is Tsuchi. Muchos gracias todos. 皆さんありがとうございました。Thank you for all. 通訳の岡村さん、ご苦労様でした。Thank you. このリモートを実現してくれたスタッフに感謝しています。Thank you to all the staff for making a wonderful remote event possible. Have a good day. 皆さんありがとうございました。Thank you for very much. ここに世界のつながりと芸術の役目が少し見えてきたような気がします。Okay, I feel as if I can see now a connection between the world and the role of art. 時代が変わっていっても芸術の本質は変わらず、世界の皆さんとそこが共有できるというところが新しい連帯を生んでいくということになっていくように感じました。Even though the time are changing, the essence of the art remains the same, and it seems to be shared with the world, creating new solidarity. ワールドアートデーの活動も、ファブリアーノの活動も、本来ある芸術の本質が動かしていく側面があり、多くの皆さんがそれぞれの優しさの中で芸術を通して交流を広げていきたいと思われているのではないでしょうか。I believe that the activity of World Art Day and the Fabriano are the essence of art, and that many people would like to expand exchanges through art with kindness. アンナさん、星野さん、辻先生、いかがでしょうか。So, Anna Keiko, what do you think? 会場の皆さん、いかがでしょうか。So, what do you think? So, how about the audience? 皆さんどうでしょうか。ありがとうございます。早いもので予定の時刻になりました。ここでファブリアーノのアンナさんと星野さんをお迎えしたワールドアートデーウィークインターネット国際対談を終了させていただきたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。Time flies so fast, and the scheduled time has come. This is the end of international dialogue with Anna and Keiko from Fabriano for commemorating World Art Day Week. Thank you for your attention. それではですね、ちょっと10分ほどなんですけど、直接アンナさんや星野さんにWe only have 10 minutes.
という方がございましたら、 If お二人ほど、 so, if you have a question or comments about two お二人ほど Fabrianos, お願いできたらと思っています。どなたが so 2 persons, どんなことでも結構ですが、ないでしょうか。 all is clear. Okay. はい。 From Tsuji, Mr. Tsuji. 花さん、ファブリアーノはイタリアのどの辺なんですか？ So, where about Fabriano in Italy? Northern or southern or middle? Fabriano is exactly in the middle of Italy. If you cut Italy along horizontal line and along the vertical line, Fabriano is right there. It is on the border of two regions, Marche region and Umbria region. And we are a little bit up in the mountains, but not far from the sea, because you know Italy is straight. ちょっと州の名前はわからないんですけど、経度も緯度もといいますか、イタリアの水平線、垂直線のど真ん中にあるということですね。ちょっと州の名前言われたんですけど、僕よくわかりませんでした。足地は近いんですか？ Is it close to Ashiji? It is very close to Assisi, yes. It is about less than 1 hour by car. 車で And 1時 it 間ぐ is らい。 on the way going from Rome to Milan. ローマとミラノの間にあるということですね。よくわかる。We understand. Thank you. Technology. テクノロジ Technology. ー。テクノロジーを使えということです。それでは、会場の皆さん、他にどんなことでも結構ですけど、ご質問ないですか？なかなか質問がしにくいもんですよね。はい、せっかくですけど、はい、どうぞ。はい。最初のビデオで、はい、どうぞ。届くの？ある程度近くまで来ていただいて。届きますね。すみません。お名前も教えてください。中西と申します。中西さん。最初お作りになったビデオで、皆さんでヌードデッサンを描いたりとか、いろんな活動力っていうのを、お作りになられたビデオの中であったんですけれども、それは皆さんのそういう会でやられている活動の一環なんでしょうか。また、そのコロナ禍で今何もできないというような状況になっているんでしょうか。So she has 2 questions, Anna. And about the, so first we saw the video. So she's asking for the video. And in video, there are several events. It is done by the Fabriano. This is the first question. And the second question is that now we are suffering from the COVID-19 pandemic. So how's the event going on? Very interesting indeed. Yes, all the events in the video are from the Fabriano in Acquarello event. イベントは全部ファブリアーノのインアクアレッロのイベントでした、今回の。Yeah. Thank you. And the second question? The second question about the COVID. When the pandemic started last year, we were organizing the meeting, the international meeting, but we could not do it because we were in lockdown. So the 2020 event was completely done online. You can translate. Okay, thank you. So, 大体分かったと思いますけれども、もう去年にコロナが広がった時には、全然もう、皆さんで一応集会というかミーティングはしたんですけれども、そう集まってイベントというのはできなくて全てはオンラインになりましたということですね。Thank you. And the event was online on the same period that we should have do the live meeting. And it was a great success because usually in Fabriano we welcome about 2,500 people, and online we have
80,000 connections. これは非常にオンラインって言っても成功したわけで、普通は対面でやったら2500人ぐらいなんだけれども、オンラインでやったことに、8万人の人が、つながったという、コネクションになったということですね。And this year, again, since we are in lockdown at the moment, again, the end of May, we will do an online event, and I invite you to join us on YouTube because we are going to have one full week of events, and everyone can connect and can participate, and we paint, we do demonstration, we do discussions, and we spend time together. 今度は、またロックダウンになってしまって、今度5月にですね、またオンラインでそういうようなイベントをやるんですけれども、どうぞご参加くださいということで、1週間の期間やってますので、さまざまなイベントをやってるので、ご参加出てくるんじゃないかなっていうことで。We will have a very famous Japanese artist, Mr. Akira Murata. He will do a very important demonstration at the end of May. だから僕知らないですけど、村田明さんって非常に有名な画家の方も参加されるので、ぜひとも5月になったら参加してくださいということです。すいません、ちょっと説明していいですか？はいはい。多分ね、直接のね、だとミーティングって言われてることだと、こういう会話のことかなと思うんですけども、去年のファブリアーノもコロナで実際のは中止になりましたけども、1週間毎日いろんなデモンストレーションとか、アーティストの間のコンベンセーションとか、もういろんなことが、もう毎日企画されて、やっていました。そして今年は今はロックダウンですので、イタリアの方が。ですけども、実際の展示会も、ちょっとまだ日にちは決まっていないんですけども、やる予定になっています。Thank you. So Keiko assist me. So what kind of event will be held in May? Thank you, Keiko. いいえ、どういたします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。Thank you very much. ありがとう。ありがとう。ね。そうか。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。Thank you very much indeed. それではまたお会いできる日を楽しみにしております。Looking forward to seeing you soon. まずアンナさんありがとうございました。アンナ、Thank you. それでは我らが日本の星野さん、ありがとうございます。星野さんありがとう。Thank you, Keiko. それではありがとう。それでは皆さんありがとうございました。たくさんの会場の皆さんありがとうございました。Yeah. Let me thank you. It was an honor for us to be there with you, and I like very much all your community and your organization. You were all very dear. Thank you, Keiko, for your connection to these wonderful people, and I will be very happy to welcome you in Fabriano as soon as it will be possible. Thank you a lot. 皆さんありがとうございました。できるだけ早くファブリアーノに来て皆さんと一緒になれるということを望んでます。はい。それではどうもありがとうございました。これにて終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、皆さんどうもありがとうございました。ぜひファブリアーノの展示見ていってください。で、今回ですね、ファブリアーノの展示の中で国際情勢によって届かない作品があったんです。でその届かない作品は高精細のインクジェットプリントをファブリアーノの紙にしているものがあります。さて、それはどれなのかちょっと探すのも面白い見方なので、よろしくお願いします。
インクジェットのプリントは版画扱いになって、それは美術品としての価値があるということなんですね。水彩画ではないですけど、それは版画扱いになって、そういうふうなテクノロジーの作品の出品をされている方もおられますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。岩倉さん、ありがとうございます。どうも、星野さん、ありがとうございます。アンナさん。はい。ありがとうございます。あ、まあ、途中までつなげるの忘れてて。あ、そうなんですか。はい。つなぐっていうのは、この YouTube にここしか画面途中。ああ、そうでしたね。なんかね、そうです。それはちょっと。